単語を覚えるっていう勉強法の穴。英語で書いたり日本語で書いたり、学年を英語で入れる。向こうでやってる授業がそのまま動画でやってるから、こんにちは、ケイです。皆さん元気ですか？ステイホーム生活を極めている日々なんですけど、もちろん曲作りしたりとか動画をね作ったりとかしてるんですけど、なんかこう行き詰まった時とかに英語の勉強をするのがなんか楽しみになってきたんですよね。で、せっかくだからと思ってこの動画をね作ろうと思って、どうやったら話せるようになりますかっていうのは、やっぱり現地の環境に飛び込んで四六時中24時間その環境の中で喋る、聞くっていうのがどう考えたっていいのはもう当たり前じゃないですか。あとはネイティブの先生とか友達とかとオンラインとか電話とかでも会ってでも何でもいいから喋る、日本にいてもできることっていうのもあると思うんですけど、もうそれはやるかやらないかはその人次第っていうか、もうそっからは行動力によると思うので、その一歩手前の喋るのが怖いとか不安だっていうのをどうしたら軽減できるかなっていうののアドバイスというか、こんなどうですかっていう提案としてマインドセットの話をこの間したんですけど、なんで私が英語に関して喋ってるかとか、なんで喋れるのかとかもその動画の中で話してるので、ちょっと見てみてください。で、今回もう一歩踏み込んで勉強法について喋ろうかなと思って、どうしたらちょっとその不安を軽減させてあげられるかっていうのの一つに、単語は結構知ってるぞとか、リスニングは自信あるぞとか、発音は自信あるぞとか、人とコミュニケーション取りたいっていう気持ちだけは自信あるぞとか、何でもいいと思う。結構自信があればさ、この臆病な気持ちっていうのは少しだけ軽減できると思うんですよ。で、今回は単語を習得するにあたっての話をしようかなと思うんですけど、一個言っておきたいのは、これは TOEIC とかでいい得点を取りたいとか、あとビジネスで結構急を要して使いたいみたいな目的な場合はちょっと話が違うかもしれないです。こういうメソッドで勉強したらいいよっていうよりかは、喋れるようになるっていう目的がある前提で、じゃあどうやって覚えたらとか勉強したら喋れるような単語として習得できるのか、こんな感じはどうですかみたいな提案にはなってくるんですけども、見ていただけたら嬉しいなと思います。英語の勉強を改めてやってみようかなって思い立った、きっかけの一つに、最近そのスピーキング能力が著しく低下してるなっていうのをすごく感じていて、昔と比べて自然と出てこなくなった。帰ってきてからも高校生くらいまではまだ感覚が残ってて、割と流暢に喋れてたっていう記憶があるんですけど、びっくりすることがあって、アメリカにね、一昨年か17年ぶりに初めて帰った時に、当時の親友の女の子と会って喋ってたんですけど、 We had this talent show. I think we were practicing for the talent show. So you danced together? Anymore. Really? Yeah, Candy. Oh no. 当時と今とどっちの方が流暢に喋れてるって聞いてみたんですよね。で、絶対私は昔の方かなって言われると思ってたんですけど、今の方が英語うまいよって言われたんだよね。予想と真逆の答えだったからすごくびっくりして、 You sound more confident than back then みたいなことを言われたんですよね。確かにやっぱり向こうに戻ると会話っていう面では戻ってきてるなっていう感覚がね、自分であったんですよね。こういう活動をし始めてから、何かを英語で説明するとか、日本語で喋ったことを英語でもう一度訳すっていう機会が多いんですよね。その説明をすることだとか、ややこしい内容を喋らないといけない機会が多くなった中で、私の英単語の語彙力って小学5年生とかで止まってるんですよね。チケットの第一次先行予約とかもさ、 The first pre-ordering starts from とかね、昔は絶対知らなかった。あとグッズの説明しないといけなかった時に、でも私海外のアーティストがグッズって言ってんの聞いたことないな、そういえばと思って。そしたらmerchandise のショートで merchって言うんだとかね。ぶっちゃけね、グースハウスで訳してた時とかは、みんなとあんま変わんないよって、ちょっと組み立てて早く喋れるってだけで、ぶっちゃけそんなみんなと変わんないよって思いながら調べて喋ってたんですけど、語彙力を伸ばそうと今思ってるんですけど、まずはとにかく喋ることとか、聞くこととかっていうのはもちろん大前提なんですけど、単語を覚えるとかも全然間違ってないと思ってて、例えばスイミングとかでも水に入って泳ぐことが
がもちろん一番いいし早いスイミングの習得の仕方だけど、息継ぎだけはできるんです。息継ぎだけだと泳げないけど、最初に水に入る時に息継ぎはできるから息はできるっていうなんか自信になるというか、だってぶっちゃけ英語単語さえ知ってれば文章になってなくても伝わるっちゃ伝わりますからね。こう飛び込むにあたっての安心材料にはなりますよね。ただそのアウトプットの形を明確にイメージできているかっていうことが大事なのかなと。どういう順序で脳みそのどの筋肉を使ってどの引き出しを開けようとしてるのかっていうことをまず考えて、アウトプットの目的から逆算して引き出しやすい形に自分でカスタマイズしてインプットするっていうことが大事なのかなと思います。どういう風に脳みそ使ってるかなっていうのが自分でこう分析できて分かりさえすれば、勉強法っていうのは自分でカスタマイズしてシステムを作るっていうことが一番理にかなった勉強法なんじゃないかなと。特に10歳までがいろんなことをもうやたら吸収しやすい時期っていう風に言われてるじゃないですか。もし本当に学習したての段階にいるんだとしたら、今英語を話す家庭に生まれて育ち始めてる子供と、全くゼロからこうスタートするっていう意味では同じ地点に立ってるわけですよね。環境は違えど。だから自然と言語を吸収してた頃の原理を使って学んでみるっていうのが割と理にかなってるのではないかと思いましてですね。でしかもその頃よりも経験値とか集中力とかパターンを見つける力だったりとか応用力っていうのは長けてると信じたい。子供がなんで吸収しやすいかってやっぱり好きなこととか、あとは人の会話とかを聞いててなんとなくこう言ってんのかなこの人っていう想像するしかないというか、想像の余地がすごくあって学習しやすいっていうことが結構大きいと思うんですよね。好きなことっていうのと予想をすることっていうのが私が学習する上で大事なんじゃないかなと思うキーワードになってきます。じゃあ耳から入る場合だったら、好きなものの動画とか興味ある動画とかを英語で検索してみるっていうのがとてもいいと思います。これはなんか一石二鳥的な考え方もあるんですけど、勉強するために好きな動画とかを見るんじゃなくって、どうせ好きなものに時間を割くんだったら同時に英語の勉強もしちゃおっかみたいな、英語を喋れるようになりたいから英語喋る人と付き合う、それもありなんだけど、好きな人がたまたま英語を喋る人だった、その人のことを知りたくて英語を勉強し始めるっていう順番の方が英語を学ぶにおいてのモチベーションっていうか目的意識も全然変わってくるし、スピード結構違うと思うんですよね。ギターを練習しようと思ってる人はアコギの練習動画でもいいし、料理が好きな人は料理動画でもいいし、それこそメイクとか美容が好きな人はメイク動画でも何でもよくって、それをとりあえずメイク英語とかギター英語とかじゃなくって、もう最初から英語で検索をかける。メイクアップチュートリアルとかギタープラクティスとか簡単なシンプルな単語を入れるだけでいいから、でその動画の中で言ってることとかが分かんなくっても自分がそれを好きだから興味あるから何言ってるか分かりたいし、それを見てる時間もそんなに苦じゃないはずなんですよね。なんとなく予想もつきやすいじゃないですか。やっぱメイク動画だったらほとんどね、メイク道具って基本的に日本語と一緒なんだけどチークだけ違ってあれって英語だとブラッシュって言うんですけど、メイク動画見てたらチークを持ちながら Next I'm gonna apply this、blush on my left cheek from the side of my nose up to my cheekbone って言ってる時になんかこれ持ちながらブラッシュって言ったからチークじゃないんだブラッシュって言うんだとか、つける時とかに apply っていうな、つけるって apply っていうのかなとかね、一回ハテナが浮かんでからこの言葉ってこういう意味なのかなっていう予想のステップを自分の頭の中で作りやすいというか、好きな動画とか知ってることの動画だと。でこのステップっていうのが身につける学習としての結構大事な工程なんじゃないかと最近思ってて、何語でもいいんですけどその言語の動画をひたすら見るのが結構効果的って言うと思うんですけど、あれってただただこうリスニングとして流してればいいっていうよりも、視覚情報と聴覚情報としての言語が一緒になってることで結びつけやすいし、予想を立てやすいから身につけやすいっていうことなんじゃないかなって思うんですよね。例えば英語のドラマを見てて字幕で見てるとするじゃないですか。音を一回消してみて日本語の字幕だけ見てそこから英語を予想してみるっていうのも結構ね面白いですよ。合ってた時結構嬉しいんですよね。あれ教科書とかテキストで日本語を英訳しなさいっていうたくさんあると思うんですけど、でもやっぱそれよりもドラマと
とかなんか日常の会話がなされてるものの方が結構言い回しがリアルに使う言い回しだったり、テキストって正解があるじゃないですか。これが答えなんだって思い込んじゃうんだけど、でもそうじゃなくて本当はいろんな言い回しがある。でそれがドラマの中だといろんなパターンで出てくるから聞いてて楽しいと思うし、硬い頭にならないって言ったらいいのかな。次、私は本を読むのが結構好きなんですけど、なので英語の本からなんか勉強できることないか、どうしたらインプットの時点で身につく英語として自分の中でシステム作れるかなっていう風に考えて、この間 The Alchemist っていうこの本を、私の好きな海外のインフルエンサーさんがアメリカに住んでるアメリカ人の方なんですけど、これがすごく今みんなおすすめって言われたから読んでみるみたいなストーリーあげてて、で私も読んでみようと思って買って読んだんだけど、これはポルトガル語から英語に訳されてるからなのか、結構全然難しい言葉は使われていなくって、言い回しとかも簡単だったし、とっても、読みやすい本だと思いました。読みながらわかんない言葉、単語に下線引くっていうのはまあみんなやると思うんだけど、私は例えばこの clamored っていう言葉の意味がわからなくって、その前後の文脈からどういう意味なのかを予想します。They were people of the desert and clamored to hear his stories about the great cities. 大都市の話を聞くために何々した。 They were people of the desert. People って言ってるからたくさん人がいるのか。一人だったら、聞かせて聞かせてみたいな感じかもしれないけど、たくさん人がいるならガヤガヤ大きな声で詰め寄るみたいなことなのかなっていう風に例えば予測するとしますよね。でそこから次に何するかっていうと、 clamored 意味って調べるんじゃなくて、そこから clamored と英語で synonyms っていう風に検索します。 synonyms は類語っていう意味なんですけど、これも日本語で類語って入れちゃうと意味なくって答えが出ちゃうので、日本語で synonyms でやると類語が英語でバーって出てきますよね。いっぱいある中で多分一つか二つはすっごい簡単な中学英語とかでも分かるような単語が入ってると思うんですよ。例えばじゃあ今調べてみますけど、 clamor synonym noise, yelling, shouting, shriek とかって出てくるんですよね。まあ shouting とか scream とか yell とかって多分わかるじゃないですか。割と興奮した様子でっていうのはちょっと近づきましたね、今一歩。で次に本当は英語で clamour definition とかで調べるのがいいんですけど、だいたい予測ついたら日本語で答え合わせを最後にする。群衆などの大きな叫び、どよめき、英語で調べているから自然と英語の中で使うニュアンスがちょっとつかめたりとか、一つの単語のことを文章の中の状況だとか、まあ類語を調べたことだとか、いろいろ頭の中で想像してたくさん考えさせて、脳の中に残像をね一つでも多く残すことで、思い出す時のフックが引っかかるような輪っかをたくさん頭の中に残すっていうことかな。和訳で最初から答えを出しちゃうと単語のコレクションにしかならないっていうか、たくさん部品持ってるんだけどそれをどう組み立てて何になるのかは知らないっていう状態になるのが単語を覚えるっていう勉強法の穴だと思うんですけど、それをいかに身につきやすくするかっていう風に考えた時に、こういうやり方っていうのは一個ありなのかなという風に思います。読みやすい。これは勉強する時に結構いいかもって思いました。これ分かんなかった単語となんかそれの意味、まあ英語で書いたり日本語で書いたりしながら、本の何がいいかって本の文章自体が例文になってるっていうところなんですよね。書くだけじゃね、やっぱりどんなに予想をするっていう工程を踏んでもなかなか覚えるのは難しいんですよ。なんで繰り返し言うことですね。あと気になる単語とか、なんか言ってて楽しい単語とか、あと私は最近 synthetic っていう言葉とか congruent っていう言葉が音が楽しくってずっと congruent とかって言ってたんですけど、歩きながらやっぱ動きながら口に出して言うと覚えるんですよね。なんか知らないですけど脳みそが。で最後にやっぱりこう映画を見てとか本を読みながらとかそういうんじゃなくて、テキストとかなんか教材を使った勉強の仕方がやっぱり向いてるんだよなっていう人で、楽しみながらやりたいなっていう人におすすめなのは、本のテキストじゃなくてもネットで調べたらただで教材を提供してるサイトみたいなのがたくさん出てきますよね。これもさっきと同じなんだけど、日本語で検索するよりも英語で最初から検索した方がもう断然たくさん出てくるし、何よりも実用的っていうか勉強になると思います。じゃあなんて検索したらいいかって思うと思うんですけども、まあ English textbook とかってやってもちょっと範囲広すぎるんで、まあ自分はこんくらいのレベルかなって思う学年を英語で入れる。じゃあリーディングやってみようって思ったら Reading Comprehension Third grade とか Writing Second grade とか Vocabularies Sixth grade
とかそういう風に検索をかけると現地の子供たちがホームスクーリングとかで使ってるんだろうなっていうオンラインの教材が結構ね出てきます。あと今 YouTube とかでも 3rd grade science とか 5th grade social studies とか社会科、これ今自粛中でステイホームしてる生徒のために学校の先生たちがアップロードしてる動画が YouTube にいっぱいあるんですよ。向こうでやってる授業がそのまんま動画でやってるから、あれはすごく勉強になると思いました。本当ネットで 8th grade, 7th grade, 9th grade, 10th grade とかの教材になってくると、リーディングでに出てくる文章とか、あとその後に exercise っていうのがあって問題っていうのが何個かあるんですけど、それの内容とかね、割と大学入学共通テストとか、英検の2級とかに割と近いようなレベルだったり、とても勉強になると思います。やっぱり何に関しても日本語で教材を探したりとかすると、問題文だとかなんか説明文が日本語なので実用的に使うってなるともう全く違う脳みその使い方になってきますよね、勉強の時点から。なので最初から向こうの言葉で探して向こうの言葉で勉強するっていうのが今一人で勉強するにおいてできることなんじゃないかなと思います。はい、総じて最初から答えを出すんじゃなくって、こういう意味かな、予想を自分の頭の中でするっていうステップを踏むこと。そのステップを踏めるならぶっちゃけ勉強法とかって何でもいいというか、 YouTube にもたくさんいろんな勉強法を上げてる方はもうほんとたくさんいるし、情報だったらもういくらでも享受できる時代だと思うので、それを参考にしながら誰にでも勉強法っていうのは作れるものだと思います。長くなりましたが、何かこの動画が今から英語を勉強してみようかな、どうやって勉強するのがいいかなって思ってる人に、そんなやり方もあるかもなっていう風に参考になればいいなと思います。もしいやマジで最後まで聞いたけど求めてることと違ったわって思ってる人いたらごめんなさい。でもグッと押してくださいこの先少しずつ元の状況に戻っていくのかどうなのかまだわからない状況ではありますし、家の中で過ごす時間がどうしてもまだまだ続きそうではあるんですけども、そんな中でも皆さん楽しく過ごしていきましょう。私もね英語を改めて勉強しつつ、それも音楽に活かして世界中の人とコミュニケーションが取れたりとか、英語も活かした曲を作ったりとか引き続きしていきたいと思います。もし自分はこんな風にカスタマイズして英語勉強してるよとか、英語だけじゃなくてもこの言語こういう風に勉強してるよとかがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。高評価もいつもすごく嬉しいです。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you again. Bye.